新茶を優勢です。ということで10月16日ダナンのビーチにやってきました。いろいろね予定が変更になって、大変だったんですが、またねその様子もお伝えできたらいいなと思います。ではレッツゴー。ここベトナムは9月10月めちゃくちゃ台風が多いんですね。それで、昨日も台風が来ました。別の動画でホイアンの洪水の動画を載せてるんですが、ちょうどその時期、ここダナンも洪水が起きて結構台風の被害があったみたいです。で今日実はここ海の先の半島にあるお寺に行こうと思ったんですけど、通行止めで行けませんでした。そしてこのビーチも台風の影響でこんな感じでね、瓦礫がまだ残っているような状態です。ダナンのホテルは結構地下に駐車場があるホテルが多くて、今日泊まろうと思ってたホテルも冠水で今休業になってしまいました。なので、仕方なくずっと泊まっていたホテルにね今泊まっています。というわけでビーチに行ってみようと思います。ダナンの海はリゾート地になるぐらいかなり綺麗な海なんですけど、この通り、台風の影響でね結構高波で今綺麗な状態ではないです。そしてここ今いるビーチも、昨日の台風高波で流れ着いた瓦礫がたくさんあります。中にはねこんな感じでなぜかトランプなんかもあります。海外らしいなと思うところは、この高波の中釣りをしている人がいたりとか、あとは海に入って遊んでいる人もいます。波が高めなのであんまりね近くには行かないですが、こんな感じで海の水見ると意外と透き通ってます。だからね普段は本当に綺麗な海なんだなと思います。ビーチの砂は結構ねサラサラしてます。ここミーケイビーチ雨が降ってきました。で向こうに見えるソンチャ半島はね自然保護区になってるんですが、結構黒い雲がかかってて多分雨が降ってると思います。でね多分もうじきこっちにも雨が来ると思うんで、ちょっとねそろそろどこかに行きたいと思います。ビーチ沿いの道の真ん中にはベトナムの国旗があります。そして面白いのが鎌と金槌、ソ連のね象徴だった一つです。おそらくねベトナムも社会主義なので、それでこの旗が掲げられてるんじゃないかなと思います。ちょっとねものの10分でさっきソンチャ半島にあった黒い雲がここに来て、雨が強くなってきたんで、一旦ここにあるお寺で雨宿りしたいと思います。すごいビーチのすぐ近くにあるお寺です。さっきまで雨が降っていたのでここのショッピングモールにねいたんですが、急に今度は晴れたので今からご飯を食べに行きたいと思います。ということでね今歩いて向かってるんですが、こんな感じで橋を渡っていきます。さっきまでとは打って変わってね急にこんな感じで晴れてます。そして今橋の真ん中あたりまで来たんですが、こんな感じ。やっぱりね台風の影響で川も増水しててめちゃめちゃ色が茶色です。この間来たダナン大聖堂がここにあります。ピンク色のね教会、そしてその教会からすぐそばのお店がねすごく美味しいみたいなので今そこに向かっています。というわけで今日のお昼はここで食べようと思います。もう名前の通りねフォーのお店です。では席に着きました。でね席はこんな感じで、歩道にテーブルと椅子を置いてるようなそんなスタイルです。でメニューがこちらのフォーと、あとは他のメニューもあって、他のメニューにはねちゃんと日本語表記もあるので結構親切です。今回注文したのはフォーガーです。チキンのフォー、美味しそうですね。結構フォーって味が薄めなんですけど、ここはね味がしっかりしてます。そしてねチキンもねたくさん入っていてすごくいいと思います。これで値段が35万ドンなので日本円にしてだいたい200円ぐらいです。すごくね安いですね。ということでね太陽が出て晴れてきたので、
川沿いを歩いていました。そしたらね、なんか面白そうな博物館があったので、ちょっとここに行ってみようと思います。ここはチャム彫刻博物館です。ではね、早速行きたいと思います。ということで、博物館の建物はこんな感じで黄色で結構かっこいい建物です。で、この部分を中心にこの字になってます。では早速中に入りたいと思います。博物館の中に入りました。このチャム彫刻博物館のチャムというのはチャム族のことです。でそのチャム族というのはね、2世紀頃にインドネシアから北上してきた民族で、ここにねベトナム中部にチャンパ王国という王国を築きました。そのチャンパ王国はこのベトナム中部で192年から1832年までずっと続いた王国なんですね。で、その王国時代、特に、7世紀から15世紀ぐらいに作られた作品、彫刻が、この博物館には展示されています。そしてこの博物館はその出土品を保管するために1915年に建設されたものです。で大体、作品が2000点ぐらい展示されています。チャンパ王国を築いたチャム族の宗教はヒンドゥー教なんですね。なので、こんな感じで展示されている彫刻たちも、ヒンドゥー教っぽい彫刻が多いです。これなんかガルーダですね。やっぱりね、ここの展示見てわかる通り、ほとんどがヒンドゥー教の神様です。で例えばこれもね、ヴィシュヌという神様で、この神様はブラフマーとシヴァとともにトリムルティという、三神一体をなす神様の一つで、結構重要な神様の一つです。でこんな感じで、神様の周りに蛇がね、あるのが特徴です。このヴィシュヌは維持の神様とされていて、世界がねなんか脅威にさらされた時に、この神様がその守護神として、守ってくれる、そんな神様みたいです。これは有名なシヴァ神です。ちょっと頭がねもうないんですが、さっきのヴィシュヌとそれからブラフマと並んでトリムルティの一つですね。でこのシヴァ神は、創造と破壊の神様とされています。で破壊の神様って言われるとねちょっと怖いイメージがあるんですが、例えば世界が、滅亡に近づいた時にあえて世界を破壊して、それで新しい世界を創造する、そういう神様です。というわけでチャム彫刻博物館を見学してきました。このねチャンパ王国というか、そのチャム族のね、文化がどんなものかというのが分かったと思います。そしてねやっぱり宗教がヒンドゥー教なので、ヒンドゥー教関連の彫刻とか、出土品がすごく多かったなという印象です。それではねまた別のところに行きたいと思います。さっきのチャム彫刻博物館から徒歩5分のところにある APEC パークにやってきました。この APEC はアジア太平洋経済協力のことで、日本も加盟しています。ということでね早速行ってみようと思います。APEC 公園の真ん中にやってきました。真ん中にはこんな感じで屋根のような変わった形のオブジェがあります。2017年にベトナムで APEC の会議が開かれたので、その記念でこの公園が作られたみたいです。そもそも APEC とは何かというと、さっき言った通りアジア太平洋経済協力の略称で、1989年に日本を含む12カ国で最初始まりました。この APEC はアジア太平洋地域の持続可能な経済の繁栄を目的としていて、例えば、貿易、それから投資の自由化、他にも、技術協力などを行っています。さっきの APEC 公園を後にしてハン川の川沿いにやってきました。でね、こちらもやっぱり昨日の台風の影響で、こんな感じでゴミがねすごい状態です。ここまでね水が来ていたみたいです。この歩道は結構地元の人の憩いの場になっているみたいで、散歩してる人とか、あとはダンスしてる人もいます。でここの歩道はもうすでに水はなくなったんですが、まだまだね川の水位が高い状態なので、また大雨が降ったらね同じように水が来るんじゃないかなと思います。
ではこの動画は今回はこれで終わりにしたいと思います。ぜひチャンネル登録、いいね、あとコメントもよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。